ふざけてるのか？貧乏人の底辺清掃員に娘はやらん。愛子の父は顔を真っ赤にしてそう言った。ちゃんとした仕事をしてると思ってたのに、清掃員とかもう最悪。別れましょう。あんなに俺を大好きだと言っていた愛子も、俺に冷たい視線を向ける。玄関先で立ち尽くす俺に、愛子の父はバケツで水をぶちまけた。早く帰れ、汚い貧乏人が。ウケる。ほんと、綺麗にするのが好きなんでしょ？よかったね。髪から滴る水滴が凍りそうな1月の極寒の空気。震えながらあまりの悔しさに歯を食いしばった。なんでここまでされなきゃいけないんだ？絶対に見返してやる。これは婚約者とその父親にこんな扱いを受けた俺が雪辱を果たすまでの物語。俺の名前はゆうや。28歳でハウスクリーニングの会社で働いている。もともと几帳面で綺麗好きだったので、自分の得意なことや好きなことを活かせる仕事につけて充実した毎日を送っている。ゆうや、今日なんか予定あるんでしょ？あの案件、私が片付けといたから。同期のみゆきが声をかけてきた。そうか、ありがとう。今日はほんと大事な用事でさ、もう上がらせてもらうよ。はーい、お疲れ。しかしクリスマスにプロポーズとはベタだね。みゆきはニヤニヤして言う。なんでそれを？まあ雰囲気見てればわかるって、おしゃれしちゃってさ、せいぜい頑張って。会社を後にしながらカバンの中を確かめる。奮発して買った指輪の箱が見えた。今日はみゆきが言うように彼女の愛子とのクリスマスデート、そしてプロポーズをするつもり。愛子とは知り合いの紹介で知り合って3年前から付き合い始めた。少しミーハーなところはあるが素直な性格で、見た目も女性らしくて可愛い。俺たちは仲良くやってきたし、最近俺も昇進してやっとプロポーズする覚悟ができた。ゆうやくん、お待たせ。待ち合わせのレストランに現れた愛子を見て顔がほころぶ。大丈夫、食事しようか。こんな高そうなところ、いつもご馳走してくれてありがとう。愛子は現在家事手伝い、お父さんと2人で暮らしているため家事をしているそうだ。つまり働いていないためデート代はいつも俺が持っていた。しかしそれは全く気にしていない。愛子が喜んでくれるなら安いものだ。そして食事も終盤になったところで緊張しながら指輪を取り出していった。愛子、俺と結婚してください。ゆうやくん、嬉しい。もちろん結婚します。愛子は目を潤ませながら指輪を受け取ってくれた。俺は愛子の手を握りしめながら幸せの絶頂にいた。それから2週間後、今日は愛子の家に出向き、お父さんに結婚の挨拶をする日。さすがに緊張気味で何度もネクタイを直す俺に愛子が声をかけた。大丈夫よ、ゆうやくん。お父さん、ちょっと頑固だけど優しい人だから。愛子はそう言って家の中に俺を引き入れる。いらっしゃい、待っていたよ。迎え入れてくれたお父さんは確かにこわもてだが優しい声でそう言ってくれた。はじめまして、愛子さんとお付き合いさせていただいておりますゆうやと申します。父親のまさるです。まあまあ座って。挨拶をし、お土産を渡したり世間話をしたりと前置きを済ませて
いよいよ結婚の許可を得るタイミングだ。愛子さんはいつも私を元気づけてくれる存在です。そんな愛子さんを守っていきたいと思いました。愛子さんと結婚させてください。私からもお願いします。二人で頭を下げると、お父さんは優しく言ってくれた。なるほどな。その気持ちはとても嬉しいよ。でも、もう少しゆうやくんの人となりを知りたいんだ。いろいろ聞いてもいいかな。もちろんです。俺は緊張して答える。まず仕事なんだが、愛子からは会社員と聞いているよ。業種は何かな？はい。業種としては清掃業になります。俺が答えると、一瞬にしてお父さんの顔が曇った。清掃業？はい、そうですが、僕は昔から綺麗好きで、そういうのはいいんだ。清掃業とはつまり、人の汚したものを片付ける、あの清掃業だよな。はい、そうですが、愛子、どういうことだ？低い声で言うお父さん。隣の愛子に目をやると、眉間にシワを寄せていた。私、ゆうやくんは普通の会社のサラリーマンだと思ってたんだけど。え？俺、ちゃんと以前にどんな会社か言ったよな。それに、あの汚い服を着て掃除するような仕事をしてるってのか？愛子の父親はこっちを睨んでいる。俺の声は震えていた。確かに、作業着で現場に出向くこともあります。そんな汚い仕事をしてたなんて聞いてない。愛子が悲鳴を上げるように叫ぶ。汚い仕事なんて、俺はこの仕事に誇りを持って。あのなあ、ゆうやくんとやら、清掃業ってのは底辺の仕事なんだ。人が汚したものを這いつくばって片付ける。そんな仕事に誇りなんて言われても笑えるだけなんだ。ああ、もう最悪。そんな仕事じゃ専業主婦なんてできないじゃん。いつもおごってくれてたのも無理してたってことでしょ？ありえない。話を聞いてください。そんな貧乏人の底辺清掃員に娘はやらん。帰れ。愛子の父親は怒鳴るばかりで一向に話を聞いてくれない。愛子も目を合わせないようにしている。愛子、ちゃんと話を聞いてくれ。頼むから。スーツでちゃんとした仕事をしてると思ってたのに、清掃員とかもう最悪。騙してたってことよね。別れましょう。おい、何を言ってるんだよ。もう、お父さんにまで合わせて恥ずかしい。早く帰ってよ。愛子にぐいぐいと玄関まで押しやられ、俺は呆然として靴を履く。そして、玄関先で振り返った瞬間、信じられないことが起こった。バシャ！頭から冷たいバケツの水を浴びせかけられた。バケツを構えていたのは愛子の父親だった。娘と俺の時間を返せ、この汚い貧乏人が。ウケる。ほんと、綺麗にするのが好きなんでしょ？よかったね。バイバイ。愛子はそう言って笑い、バタンと玄関のドアは閉まった。髪から滴る水滴が凍りそうな1月の極寒の空気が濡れた肌に痛い。きびすを返し歩き出す。震えながらあまりの悔しさに歯を食いしばった。なんでここまでされなきゃいけないんだ。絶対に許さない。俺はこの夜、奴らを必ず見返してやることを決意した。それから5年後のある日のこと。この辺りで豪華で有名な結婚式場のロビーにいたところ、聞き覚えのある声がした。
ねえ、もしかして、ゆうやじゃない？顔を上げると、そこには忘れるはずもない愛子の顔があった。その隣には、俺にバケツの水を浴びせかけた父親もいる。ああ、お久しぶりです。はっ、誰かと思えば君かね。今日はここに清掃の仕事で来たのか？見下すような目をして愛子の父親は言った。なるほど、そっか。お仕事ご苦労様です。お二人ともお変わりなく、今日はどういったご用事でここに？俺は努めて冷静に言葉を返す。どう言ったって、結婚式するからその下見よ。私、結婚するの。君の給料ではこんなところは縁遠いだろうからね。せめて仕事で来られてよかったじゃないか。二人はニヤニヤと下びた笑みを浮かべている。あ、高文さん、やっと来た。猫なで声で愛子が言う。愛子の視線の先には、愛子の婚約者らしい背の高い男性がいた。愛子、こちらは？近寄ってきたその男性は、こちらを見るなり驚いた顔をした。高文くん、君のようなエリートには全く関係のない男だ。なんたって、底辺の清掃作業員だ。話さない方がいい。そうよ。大手広告代理店で働いてる高文さんや、私たちの世界には関係のない人なの。なんて言ったって。愛子と愛子の父親はそう言ったが、その瞬間。社長、いつもお世話になっています。男性が俺に向かって頭を下げた。頭を上げてください。まさかこんなところでお会いするなんて。彼の顔を見ると真っ青な顔色をしていた。それを見た愛子が何が起こってるかわからないといった顔で言う。高文さん、なんでこんな奴に頭なんて下げてるのよ。そうだぞ、高文くん。今、社長と言ったか？この方は、僕が仕事で手掛けている CM を依頼してくださってる。つまり、重要取引先の社長さんです。二人こそ、なんで社長と？は？この人が社長？愛子が驚愕して男性と俺を交互に見た。彼は確かに俺の会社が CM を依頼している広告代理店の担当者だった。俺はあの愛子の父親にバケツの水をかけられ嘲笑された日に仕事に生きると決意した。そして前々から考えていた家事代行サービスを独立してスタートさせ、この数年で会社は全国で CM を流せるまでに成長していた。混乱する高文さんがかわいそうになり言った。二人とは古い知り合いで、高文さん、ご結婚されるんですか？古い知り合いとはどういうご関係で？ああ、こちらの女性は元私の婚約者でして。ちょっと、何を言うつもりなの？そうだぞ、君。慌てて愛子とその父親が口を挟むが、俺は続けていった。先ほどお聞きになったでしょ？当時私はハウスクリーニングの会社に勤めていたので、結婚の挨拶の時、業種を聞かれ清掃業と答えましたら、底辺のやる仕事だ、貧乏人が、と罵られまして。そんな、なんてひどいことを。高文さんは顔をしかめた。挙句の果てには、お父様から1月の極寒の中、頭からバケツの水をかけられましてね。いや、あの時はさすがに答えましたよ。しかし、そんな父親を持つ彼女と結婚なさるとのことで、おめでとうございます。笑顔で言うと、愛子と愛子の父親は慌てた様子だった。今の話、本当か？
高文さんが静かに言う。違うの高文さん。あの時は仕方なかったの。そうだ、まったく、あのくらいのことを根に持って。愛子と父親がうろたえながら弁解しようとするが、高文さんは冷たかった。じゃあ、社長がおっしゃることは本当なのですね。それこそ最低じゃないか。ぴしゃりと言った高文さんに、愛子も愛子の父親も固まる。君やお父さんは、僕の大切な取引先の社長さんに今日どんなことを言った？あまりに失礼だろう。もしこれで僕の仕事がなくなったら、どう責任を取るんだ？ごめんなさい、高文さん。私、そんなつもりじゃ。だって、この人清掃員だったのよ。そうだ。社長だかなんだか知らないが、元清掃員風情が調子に乗りやがって。まだそんなことを言う二人に向かって、高文さんは淡々と続けた。僕は母子家庭で育ったって言ったよね。だから父子家庭の君と気があったんだ。昔僕の母はいくつも仕事を掛け持ちして働いて、苦労して僕を大学まで出してくれたんだ。その仕事の中にはビルの清掃員だって含まれている。そんな、お母様が？僕は清掃の仕事を恥ずかしいと思ったことなど一度もない。尊い、大切な仕事だと思っているし、心から感謝している。でも、君と君のお父様はそれを汚い底辺の仕事だと馬鹿にする人なんだね。よくわかったよ。高文さんは悲しみと怒りの入り混じった声で言った。愛子、婚約を破棄したい。君と君の家族とはこの先やっていけそうもない。ちょっと待ってよ、高文さん。そうだぞ、高文くん。考え直してくれ。愛子と愛子の父親が口々に言うが、高文さんは取り合わなかった。社長、この度は誠に失礼いたしました。申し訳ありません。俺に向かって頭を下げる高文さんに言う。仕事を取り下げるつもりはありません。ぜひ素晴らしい CM を作っていただきたいと思っています。ありがとうございます。これからも誠心誠意取り組ませていただきます。俺と握手した高文さんは、真っ青な顔をしている愛子とその父親を一別すると、その場を去った。ちょっと、どうしてくれるのよ。せっかくエリートと結婚するところだったのに。残された愛子が俺に突っかかる。ちくしょう、なんでこんなことに。父親は頭を抱えていた。どうするも何も、あなたたちが招いたことでしょ。顔色をくるくると変え、取り乱していた愛子は突然言った。そうだ、あんたが責任取って私と結婚してよ。は？社長で儲かってるんでしょ？私、エリートと結婚できなきゃ困るのよ。一度は婚約した仲じゃない。お父さんも許してくれるわ。今社長というなら結婚を許してやってもいい。この責任を取って娘と結婚しなさい。何よ都合のいいこと。怒鳴りそうになった瞬間、静かな声が響いた。それはできませんよ。ゆうやさん、もう私と結婚していますから。そこに現れたのは、前に勤めていた会社の同期だったみゆきだ。は？なんなのよあんた。そうだぞ。横から入ってきてなんだ君は。二人を見ながら、みゆきは俺の隣に寄り添うように立った。聞こえませんでしたか？ゆうやさんは私と入籍済みなので、あなたとは結婚できません。今日だって、ここで先日挙げた結婚式の支払いに来てるんです。みゆきは淡々と言う。彼女の言う通り、彼女と結婚しているし、もしそうでなかったとしても、
君とやり直すことなんて考えられない。なんなのよ。そんな年間より私と結婚した方がいいに決まってるでしょ。それにこんないい式場で結婚式なんて何様のつもり？彼女は君や君の父親のように人を職業で判断するような人間じゃない。落ち込んだ俺を支えて新しい会社にもついてきてくれた。今は公私ともにパートナーだ。そう。みゆきはあれから自暴自棄になるように仕事に没頭する俺を気遣い心配してくれた。会社を離れ独立する時もついてきてくれて長い間支えてくれたのだ。俺はいつの間にかそんなみゆきを深く愛するようになり、みゆきもそれに応えてくれたのだ。今、みゆきはかけがえのない妻であり、会社の役員でもある。俺なら幸せに暮らしているから邪魔はしないでくれないか？行こう、みゆき。愛子とその父親は魂が抜けたようになっていた。ゆうやなんかが社長？高文さんとは婚約破棄？なんで？こんなバカなことがあってたまるか。そうつぶやく二人に最後に声をかける。あなたたちにあんな仕打ちを受けなければ会社を起こして見返してやろうなんて思わなかった。結果、僕はとても幸せになったので、きっかけをくれたことに感謝しているよ。二人は何か言っていたが、もう聞こえなかった。ゆうや、帰ろう。うん、みゆき、ありがとう。みゆきの温かい手を握って帰路に着く。もう夕日が長く伸びていた。それからまた1年後、俺が起こした会社は順調に成長している。少し前に公開された高文さんが手掛けてくれた CM の効果もあり、全国トップシェアの会社になる日も近いだろう。たまにどうしても掃除がしたくなり、こっそり現場に出てハウスクリーニングをする俺は、社内では変わり者の社長扱いされているが、そんな俺の姿勢を見て社員はついてくれているから、我ながらいい会社だと思っている。愛子と共通の知人から愛子の現状を聞いた。愛子は結婚相談所に登録したり、お見合いパーティーに行きまくり、相変わらずエリートとの結婚を狙っているらしい。それでも下心が見え見えで、あの強烈な父親がいることもあって、男性に惹かれてしまい、全くうまくいっていないそうだ。さもありなんといったところだ。どうやら30歳を超えた今も、あの家で父親と2人で暮らしているらしい。でも、今の俺には全く関係のないことだ。ゆうや、起きたからおむつお願い。部屋の奥からみゆきの声がした。わかった。ミルクは大丈夫かな？俺は赤ちゃん用のおむつを手に取り、そちらへ向かう。つい先日、みゆきと俺の間には子供が生まれた。目に入れても痛くないほど可愛い我が子。みゆきと2人で育てていくのがとても楽しみだ。仕事もプライベートも忙しいが、心からの幸せを感じている今日この頃である。